ピラミッドは原始的な道具と大量の奴隷の力で建てられた。学校の教科書でそう習った時、皆さんは疑問に思いませんでしたか？本当にそれだけであんな巨大なものが作れるの？と。実はその疑問が正しかったことを現代科学の息を集めた精鋭たちが証明してしまった事件があるんです。それは1978年のこと。日本の最大手ゼネコンの一つ、大林組がある壮大なプロジェクトに挑みました。その名もピラミッド建設再現実験。当時の最新技術と古代の工法を比較検証しようという、まさに現代の巨人が過去の遺産に真っ向から挑んだ戦いでした。ところがその結果は現代科学にとって屈辱以外の何物でもなかったんです。まず彼らが作ろうとしたピラミッドのサイズを見てください。ギザの大ピラミッドは高さが約147メートル。それに対してこの実験で計画されたのはわずか20メートル。本物の7分の1にも満たない、いわばミニチュアです。大林組の精鋭たちは最初プライドにかけて古代と同じ方法で挑みました。重機を使わず青銅のみと人力だけで石を切り出そうとしたんです。ですが現実は非常でした。たった4トンの石材を切り出すだけで予定していた時間もコストもあっという間に限界に達してしまったんです。のみはすぐに潰れ、作業員たちの体力は削り取られ、結局プロジェクトは開始早々に広報としての破綻を認めざるを得ませんでした。ここからがさらに興味深いところです。このままでは完成すらしないと判断したチームはなりふり構わず現代兵器を投入し始めます。自炊するぞと意気込んでキッチンに立ったのに、野菜を切るのが面倒で3分後に UberEats を頼むような潔さです。大型クレーン、鉄道、強力な船舶、さらには石を積み上げるためにヘリコプターまで出動させました。もはや再現実験ではなく総力戦です。そうして現代のテクノロジーをこれでもかと詰め込んで、ようやく20メートルの山が完成しました。この時世界中の研究者がこう確信したはずです。現代の技術をフル動員してやっと20メートルなら、4500年前に147メートルを積み上げた彼らは一体何者だったんだと。これは単なる技術不足の問題ではありません。私たちが原始的だと信じていた古代人が現代のゼネコンすら持ち得ない何かを持っていた決定的な証拠なんです。しかし本当の謎はここからでした。現代人がクレーンとヘリコプターで必死に積み上げた石の隙間には指が入るほどの余裕がありました。ところが古代のピラミッドにはそんな甘えは一切許されていなかったんです。科学者が思わず吹き出したありえない精度とは、地下深く光すら通さない暗闇に隠されていた 0.0025 ミリの旋律について次の章でお話ししましょう。現代のゼネコンが1250億円かけても太刀打ちできない古代の壁ですが、話は大きさと速さだけでは終わりません。本当の恐怖は目に見えないほどの微細な領域に隠されていました。エジプトサッカーラにある地下遺跡セラペウム。ここには重さ100トンに及ぶ巨大な花崗岩のボックスが24個整然と安置されています。公式な記録では王子の墓とされていますが、その作りを見れば誰もがそんなはずはないと直感するはずです。なぜならその箱はただの石の箱ではないからです。ここで一人の精密機械エンジニアクリストファー男子が計測した驚愕のデータをご紹介しましょう。彼はプロの職人が使う超高精度の定規をボックスの内側に当て、隙間から光が漏れるかどうかをテストしました。結果はどうだったと思いますか？難度12インチの定規をどこに当てても光が一筋も漏れなかったんです。その平坦度は驚異の 0.0025 ミリ以下の変態的な精度。専門用語で言えばこれは現代の高度なフライス加工や光学研磨の世界です。しかも相手はダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ花崗岩。この硬い岩を柔らかい銅のみで削るなんで、厚木バーを紙ストローで彫刻するようなものです。さらに異常なのはボックスの内角です。鋭利な90度。現代の切削工具でさえ硬い石の内側をこれほど完璧な直角にくり抜くのは至難の業です。これ一体どうやって作ったんでしょうか？銅のハンマーで叩いて磨きましたなんて説明。エンジニアなら笑い飛ばしてしまうでしょう。さらに謎なのがこの100トンもあるボックスが安置されている地下通路。実はボックスの幅と数センチしか変わりません。つまり現代の大型クレーンやフォークリフトを持ち込むスペースなんで最初から存在しないんです。
明かりすら乏しい狭い地下通路でどうやって100トンの巨石を運び込み、ミリ単位の狂いもなく設置したのか。物理学も工学もこの前では沈黙するしかありません。あまりの矛盾に研究者たちの間ではある禁断の仮説がささやかれ始めました。もしかして彼らは石を切り出して運んでいたのではなく、石そのものを別の状態に変えていたのではないか。石は硬いものという常識を根底から覆すナノテクノロジー級の新説。第3章では石が液体だった可能性を示す衝撃の証拠に迫ります。100トンの巨石を地下の狭い通路でミリ単位の精度で設置する。この物理的な矛盾を前にして私たちはある思い込みを捨てなければならないのかもしれません。それは古代人は石を切り出して運んだという大前提そのものです。もし彼らが石を運んだのではなくその場で固めるという地位と技を使っていたとしたら、ここで登場するのがフランスの科学者、ジョセフ・ダビドビッツ教授が提唱した世界を揺るがすジオポリマー理論です。彼はピラミッドの石材は天然の石ではなく粉砕した石灰岩にナトロン、天然ソーダや水を混ぜて現場で流し込んだ人工石である可能性を指摘しました。つまりピラミッドは巨大な石の積み木ではなく、世界最古のコンクリート建築だったという説です。そんなバカな石灰岩を液体にするなんて、そう笑った科学者たちが SEM 操作電子顕微鏡のデータを見た瞬間に絶句しました。解析の結果、ピラミッドの石材からは天然の石には決して存在しないアモルファス結合層が見つかったんです。これは物質が化学反応によって結合した際に出る、いわば人工の接着剤の跡。さらに石の中に含まれる化石の向きも異常でした。天然の石なら水平に堆積しているはずの化石がまるでミキサーで攪拌されたかのようにランダムに配置されていたんです。これはもはや建築というより科学の領域です。もしこの説が正しければ重機も奴隷も必要ありません。バケツで材料を運び、型枠に流し込むだけであの巨大な構造物が作れてしまいます。しかも乾燥する過程で石同士が化学的に結合するため、カミソリ1枚通さないほどの密着度が自動的に実現するわけです。古代エジプト人は現代のナノテクノロジーにも通じる物質の性質を書き換える知恵を持っていた。そう考えれば第1章で大林組が直面したコストと時間の壁も、第2章の異常な精度も全て説明がついてしまいます。しかしこの石を操る技術はエジプトだけのものではなかったんです。海の向こう側、ペルーの山奥にある巨大遺跡ではさらにありえない状態の石が見つかっています。それは重さ数百トンの巨大な岩盤がまるでバターのようにすくい取られ、粘土のように形を変えられた痕跡でした。第4章では岩石を軟化させた超技術の証拠、索サイワマンの謎を解き明かします。第3章でお話しした石を流し込むという技術、確かにエジプトのピラミッドの謎を解く大きな鍵になります。ですが世界にはその仮説すら通用しないさらに狂気的な現場が存在するんです。舞台は南米ペルー、標高3700メートルに位置する巨石遺構、索サイワマン。ここにあるのは1個で300トンを超える巨大な岩石が、まるでお互いに溶け合って吸着しているかのような異常な石積みです。ポリゴナルメイソンニー、多角形石積みと呼ばれるこの技法。複雑な多角形の石同士が1ミリの隙間もなく完璧に噛み合わさる。まるで東京の満員電車のようです。驚くべきはその工学的合理性です。この複雑な噛み合わせは地震の激しい揺れが発生した際、石同士がわずかに動いてエネルギーを吸収し、揺れが収まると元の位置に自己調整して戻るという驚異の免震構造になっているんです。数千年の時を経て現代のコンクリート建築が崩壊する中、この石積みが未だに現役である理由がここにあります。さらに衝撃の事実が判明したんです。ロシア科学アカデミーがこの石材の表面を精密に調査したところ、何度石の表面が摂氏900度以上の熱暴露を受け再結晶化している痕跡が見つかりました。つまり古代人は何らかの方法で山全体にある巨大な岩石の表面を一時的に溶かし、柔らかくして隣の石と接着させていた可能性があるんです。石を焼いて溶かすなんでそんな非効率なこと、そう思うかもしれません。ですがエジプトのアスワンにある未完のオベリスクを見ればその疑念は確信に変わります。そこには硬い花崗岩の地盤を
まるでアイスクリームのディッシャーですくい取ったかのような滑らかな溝が延々と残されているんです。これをスクープマークと呼びます。当時の道具とされる石の玉で叩いて削ったとしたら表面はボロボロに砕けるはずです。しかし残されているのはまるで温めたスプーンでバターを撫でたかのような滑らかな曲線。あまりの滑らかさに最新の切削機械を使う現代の職人ですらどうやったらこんな痕跡が残るのか説明できないと頭を抱えてしまいました。彼らは熱なのか、あるいは未知の化学物質なのか、はたまた別の何かを使って物質のコードを自在に操っていたのでしょうか。石を液体にし時にはバターのように柔らかくする。そんな魔法のような冷凍を可能にしたエネルギー源の正体が実は音だったとしたら、第5章では現代科学がようやくたどり着き始めた音響工学と失われた知識の断絶について深掘りします。精密機械の極致、プマプンクの H 型ブロックに隠された旋律のプレハブ工法とは。石を液体に変え300トンの岩盤をバターのように操る。そんな魔法のような技術を支えていたのは高度な重機ではなく、目に見えない振動、すなわち音だったのではないか。近年考古学者や音響エンジニアたちが注目しているのが古代遺跡に隠された異常な音響特性です。例えばギザの大ピラミッドの大の間。この部屋は特定の周波数に対して強烈に共鳴するように設計されています。最新の研究では王の間の石棺に特定の音を響かせると、部屋全体が巨大な振動室、レゾネーターとして機能することが判明しました。しかもピラミッドに使われている花崗岩には大量の石英、クォーツが含まれています。石英に圧力をかけると圧電効果で電気が発生します。もし地球の微細な振動をピラミッドがキャッチし、それを音響的に増幅させていったとしたら、それは天才発明家ニコラ・テスラがたどり着いた結論でした。前回の動画でも話しましたが、テスラはピラミッドを単なる墓ではなく、地球のエネルギーをワイヤレスで伝送する巨大な発電装置と考えていたんです。実際ピラミッドの頂点にはかつて導電性の高い黄金のキャップストーンが置かれていたという説もあり、周囲の電離層を利用した巨大なエネルギーネットワークのハブだった可能性が浮上しています。この音とエネルギーの技術はボリビアの謎の遺跡、プマプンクで頂点に達します。ここにあるのは通称、H 型ブロックと呼ばれるあまりに精密なプレハブ式の石材です。誤差 0.1 ミリ以下の溝、完璧な直角、そして等間隔に開けられた謎の穴。これらは現代の CNC、コンピュータ数値制御切削機を使わなければ不可能な精度ですが、現場には切削の跡が一切残っていません。ある研究者はこれを音波による分子レベルの加工ではないかと推測しています。特定の周波数で石の分子結合を弱め 3D プリンターのように形を変えていく。古代の職人たちはハンマーを振るう代わりに歌や楽器を使って石を粘土のようにこねていたのかもしれません。歴史の空白が語る恐ろしい真実。もし私たちが原始的だと思っていた古代文明が、実は現代の電気文明とは全く異なる音と振動の文明の頂点に行ったとしたら、そしてその技術がある事件によって一瞬で地上から消し去られたのだとしたら、結末となる最終章ではなぜこれほどの超技術が消失したのか、そしてピラミッドが現代の私たちに送り続けている最後の警告についてお話しします。ここまでの話を聞いて皆さんはこう思ったはずです。それほどすごい技術があったならなぜ現代まで伝わらなかったのかと。実は人類の歴史は私たちが教科書で習うような右肩上がりの直線ではないのかもしれません。ある地点で技術の頂点に達し、そしてある巨大な転換点によって全てを失ってしまった。そんな文明のリセットが起きた可能性が近年の地質学的な調査からも浮上しています。例えば今から約1万2000年前に起きたとされる急激な気候変動。こうした大災厄によって音響工学や物質改変といった目に見えないエネルギーを操る高度な知識は、それを扱う特権階級とともに失われ、後に残されたのは使い方を忘れた巨大な石の装置だけだった。例えば私たちが今使っているスマートフォン。もし明日世界中の電気が消え製造方法を知るエンジニアがいなくなれば、100年後の子孫にとってこの薄い板はただの黒い鏡や宗教的な儀式の道具に見えるに違いありません。それと同じことがピラミッドにも起きたのではないでしょうか。
大林組の現代の技術によるピラミッド建造資産後期5年費用1250億円という数字。これは私たちの文明が持つ力技のコストです。ですがピラミッドが語っているのは力で自然をねじ伏せる方法ではなく、自然の持つ振動や共鳴と調和する方法でした。エジプトのギザ、南米のサクサイワマン、ボリビアのプマプンク、世界中に散らばるこれらの巨石のパズルをつなぎ合わせると一つの恐ろしい結論にたどり着きます。それは、現代の科学はまだ古代の入り口にすら立っていないかもしれない、という謙虚な事実です。ピラミッドは単なる王の墓でも観光資源でもありません。それは私たち現代人が自分たちが万物の霊長であり、歴史上最も真としていると過信した時に突きつけられる、巨大な脳というサインなんです。もし彼らが数千年後の私たちにメッセージを残したのだとしたら、それは黄金でも武器でもなくただ物理的な精度そのものでした。ここまで精密なものを作れる文明がかつて存在したという事実を、石という最も劣化しにくい記録媒体に刻み込み、私たちが再びその領域に到達する日を待っているのかもしれません。次に皆さんがピラミッドの写真を見るとき、それは砂漠に佇む古い遺跡ではなく、今もなお地球と共鳴し続けている巨大な精密機械に見えてくるはずです。その装置のスイッチを入れるのは最新の重機ではなく、私たちの文明に対する謙虚な好奇心なのかもしれません。少なくとも大林組の技術者たちが、あのミニチュアピラミッドの前で途方に暮れたあの日、私たちは確実に何かの大切な真実を見失っていたことだけは確かです。それではまた次回お会いしましょう。